はい、家活男子のすすめです。本日も動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは奇跡的に手に入れた書斎でいかに快適に仕事をするか、その一点にこだわってデスクを構築しています。その過程で試した様々なデスクアイテムを実際に使ってどう感じたかを中心に YouTube で発信しています。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をしてご視聴ください。いやー、iRoad マイクロモニターでも全然満足してたんですけど、なんでかわかんないけど憧れのこのメーカーのスピーカーを購入してしまいました。サイドバイサイド空気録音とかやったことないんですけど、できる限り違いを説明していきたいと思います。ステイチューン。今回はね、スピーカーの話で、音の話なんでなかなか伝えるのが難しいんですけど、iRoad のマイクロモニターを使っていたんですが、今回ジェネレックの G1 を購入したので、それのレビューをしていきたいなと思います。そもそもスピーカーを数値で買うっていう感覚はないんで、やっぱり実際聞くまでね、どれぐらいの差があるのかわからなかったんですけど、もうすでに使ってる方のレビューとかいろいろ見て、で思い切って買うっていう、これね結構思い切って買う値段なんですよね。だからもう思い切って買うしかなくて、で買った結果あれって思うか、ああよかったって思うかっていうのは、人それぞれかなと思います。僕はうわって思ったんですね。すげえって思っちゃったんで、買ってよかったの方に無事入ることができたっていう状況です。細かい話はいろいろあるんですけど、8010とジェネリックの G1 っていうのが一緒ですね。スピーカー本体自体は。で、接続方法が違うだけっていうところで、僕は G1 の方を選んだっていう感じなんですけど、カメラの ECM-B10 っていうマイクで空気録音したものになるんですけど、短いフレーズを交互に流して3フレーズぐらい聞くとね、違いがなんとなく分かってくるんですよね。なんでまずちょっとそれ聞いてください。僕がね YouTube の空気録音でおーって思ったことがないんで、これでちゃんと伝わってるのかなっていう気はします。あんまり伝わってない可能性も高いんですけど、これが不思議とジェネレックのスピーカーで聞くとちゃんと違いがわかるんですよね。iRoad との違いというか、iRoad に対して思ってたことをまず言うと、スピーカー自体がですねちょっと軽いんですよね。軽いのかな、他のスピーカーと比べてないんで、小型で軽量なんですよ。なので左側のスピーカーに電源オンオフボタンがついてるんですけど、そのオンオフする時にもスピーカーが動くぐらい軽くて、それがね毎日オンとオフするんで、ちょっと鬱陶しいなって思ってたんですよ。で、あとケーブルの取り回しが机の左右に広がる。これね、どう言ったらいいのかな、コンセントが片側にしかついてなくて、で RCA ケーブルも片側に両方分挿して、専用のケーブルで左右のスピーカーをつなぐっていう仕組みなんですよね。だからスピーカーをもうちょっと広げたいけど、ある一定以上広げれないみたいな。僕の場合ね、多分1メーター80ぐらいがマックスだったんじゃないかなと思うんですけど、それぐらいしか広げれないっていう欠点があって、なんとかならんかなって思ってました。とはいえ片側で4万6000円か7000円ぐらいするんですよ、ジェネレックの G1 が。それを2つなんで9万いくらするんですけど、これをおいそれと買えるような価格でもないんですけど、どうせ最終的にここ行くならもう行っちゃえということで、善は急げ買いました。2つのスピーカーの大きさの比較です。横幅はねそんなに変わらないというか、G1 の方が少し大きいですけど、で高さはiRoadの方が若干高いっていう感じです。
でこれ持つと分かるんですけど、もう重さは全然違って、 G1 はかなり重たいです。1個でアルミなのかな、外装がアルミとアイロードはプラスチックなので、触った感じの差も結構あるなっていう印象でした。あんまりスピーカー持ってどうのこうのすることはないんですけど、大きさはちょっと幅がね G1 の方が大きい。で奥行きはそんなに変わらないですね。スピーカーの大きさとしてはアイロードとそこまで違いがないっていうのがこの2つの差でした。背面を見てみると、背面もね結構違いがあって、ディップスイッチとかあるんですよね、ジェネレック G1 は。そこら辺が若干違うっていうのと、接続もね電源がジェネレック G1 はそれぞれにつけるんで、そこら辺の違いもありますね。であとウーファーっていうのかな、なんか低音増幅装置みたいなのが、後ろにジェネレック G1 はついてました。いずれにしてもね決定的な差は横幅と重さ、この2点かなと思います。ついてるものはね全部一緒ですね。でマウント方式は、アイロードは確かね三脚穴みたいなネジ穴がそこについてて、それでポールに直付けすることができるみたいな、そんな仕組みだったかと思います。ジェネレックは下にねゴム足みたいなのがついてて、外せるんですけど、それとは別に背面にベッサーマウントに変換するアダプター取り付け穴みたいなのが開いてて、そこでですね、ベッサーマウントに切り替えすることもできるし、カメラの三脚穴みたいなのも開いてて、そこにねそれで設置することもできるようになってるっていう感じでした。で僕は今つけてるみたいにモニター横にモニターアームでつけたいなと思ってたので、サウンドハウスさんで別途ベサ変換アダプターを購入して、でモニターアームを追加をして設置するっていう感じにしました。ということで、僕が買って2週間ぐらいですかね今使っていて、アイロードマイクロモニターから買い替えて結局どうなのっていうところを説明していきたいと思います。僕自身は買い替えて良かったなとしか思ってません。理由は5万円ぐらいの差ですよ。今結局5万円ぐらいの差だったら、どうせこれにするんならもうやっちゃった方がいいよねっていう、スピーカーをねもう悩まなくて済むんで、それでもいいかなっていう気がしています。音自体もジャンルに結構よって変わってくるんですけど、あんまり差がないなって思うアーティストもいれば、うわこれはこのスピーカーで聴くからこうなんだって思うジャンルの音楽もあったりとかして、そういった発見もねすごく楽しく音楽が聴けてるので購入して、今のところ後悔はないです。あと最後に、購入するときに絶対悩むポイントが1点あって、ジェネレックのスピーカーってナンバリングがめちゃくちゃややこしいんですよ。で、8010、8020、8030とかあって、これが何なのかというと、簡単に言うとスピーカーの大きさの差ですね。8010が一番ちっちゃくて徐々に大きくなっていくみたいな感じです。そして G1、G2、G3 っていうのもあって、これ何かっていうと、G シリーズっていうのは RCA ケーブルで接続することができるスピーカーなんですよね。そして80シリーズに関してはキヤノンケーブルってあるじゃないですか。マイクとかに使う、あれで接続するっていう、それの差だけしかないみたいです。音質とかはね全く一緒で、接続方法の違いだけっていうのと、あと G シリーズに関しては80シリーズより10デシベル下から音が鳴り始めるので、結局ね家の中で、使うんで、そんなに爆音で鳴らすわけじゃないじゃないですか。なのでちっちゃい音から使えるっていうのは利便性はね僕結構良くて G1 にして良かったなっていう感じでした。 G2 でも大きさ的に、見た目のバランスでね G2 とか G3 の方が迫力はあるんですけど、実際そんな大きさの音使わないんで、僕は G1 で良かったなって思います。ということで、あとねランプの色が80シリーズは緑で G シリーズは白っていう、こういう差がありますね。ということで最後に、ジェネレックとアイロードの、音の差っていうのをちょっと長めの
録音をしたので聞いてみてください。